皆さんこんにちは、さひです。世界を旅しながら現地に住む日本人に会い、その人がなぜそこに住んだのか、その人の人生や価値観を聞く企画です。今回は西アフリカ、セネガルに移住した魚住翔吾さんに話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。セネガル相撲で移住したっていう風に、SNS ではそういう風に見えるんですけど、合ってますか？そうですね。そういう風に見せているっていう感じです。実際はレスリングの普及が目的で来たので、セネガル相撲は、その後に始めたっていう感じです。今、セネガルに来て、何年目？セネガルは、5年目。最初が、JICA のボランティア。2017年から2019年の2年間。で、その後、2022年に戻ってきて、今に至るっていう感じです。コロナ禍が日本にいたってことですね。そうです。3年間。なるほど。今ここはすごいセネガルらしい場所で、なかなか賑やかなんですけど、ここはセネガルのヨフっていう地区なんですね。ヨフっていう地区ですね。ここ全体が。首都で一番でかい魚市場なんですか？いや、そうでもない。ここじゃないと思いますね。一番ではないですね。いろいろあるんですね。すごいですね。セネガルらしくていいですよ。外で撮るっていうのが今回初めての試みなんで、どうなるかちょっとお試しなところはあるんですけど、サラマレイコム。ボイノピェン。いや、めっちゃいい映画撮れてると思います。ソンゴティンっていう名前で活動されてるじゃないですか。そうですね。インスタグラムなんかも。それは由来は何なんですか？由来はボランティアの時に来た時に、ホームステイするんですね。セネガル人の家にホームステイするんですけど、そこの家族がティヌ家。名字がティヌで、そこのお父さんにお前はソンゴだっていうふうに名前をつけてもらったみたいな。名前ショーゴだから、それ関係ないですか？関係ないです。ティヌ家がセレール族っていう民族の家系で、ソンゴっていうのは、セレール族の名前なんですけど、ウォルフ語で言うとソンゴって攻撃するっていう意味で、セレール族って結構セネガル相撲をめちゃくちゃやってる人が多いんですよ。そうなんですか？ちょっとたまたまなのかわかんないですけど、なぜか僕はその家に、セレール族の家に行って、で、ソンゴっていう攻撃するっていう、ソンゴティンっていう、めちゃくちゃセネガル相撲に特化した名前をもらったっていう感じです。てっきり、ソンゴ、ショーゴだから、S と G。ソゴ。結構言われます。じゃないですね。じゃないです。それで一番気になること、これなんですけど、選手登録してるじゃないですか。その活動資金はどうしてるんですか？活動資金は、スポンサーさんとか。スポンサーさん、1年目は多分全部貯金でやってて、で、2年目、もう貯金でカツカツでいけるなぐらいの状況で貯金が残ってて、でも貯金だけじゃ厳しいなっていう、減っていく一方ですね。減っていく一方なんで、収入がないんで、このまま活動続けていくのは厳しいなっていう。で、そうこうしてるうちにこの、SNS とかで発信続けてきて、応援してくださいみたいな資料とか作って、で、スポンサーさんを、個人的に支援の人もいらっしゃったんですけど、スポンサーとしてっていう方もいたり。で、3年目の10月、去年の年末ぐらいからカバン作ったりしてるんですけど、セネガルの職人さんと一緒に、イタリアから来てる革屋さんがあって、から流れてきてる革なんですね。アフリカ布じゃなくて。布も革と布を掛け合わせた商品を作ってます。で、それの販売をちょっとしたり、あとはその格闘技のやつ、格闘技のやつっていうのは、セネガル相撲選手ってすごいポテンシャル高くて、めちゃくちゃでかくて強い選手が多いんですよね。身体能力もめちゃくちゃ高くて。で、あと、セネガル相撲自体が倒されないようにする競技なんで、その中で素手で殴り合うんで、動体視力も瞬発力も、組の技術もある競技なんですよ。が MMA にすごい向いてるんで、なんすか MMA？総合格闘技ですよ。なるほど。マーシャルミックスアーツってに向いてるっていうのを、なんかないかなって考えてて、その選手を
日本に送って、はい、格闘家として、セカンドキャリアじゃないですけど、そういうのをやりたいなっていうので、去年ぐらいから始め出して、選手と直接コンタクトを取るのも多分僕しか多分できる人はいるかもしれないですけど、はい、多分僕が一番早いです。その話をしたりするのが。現地語も喋れますし、はい、全員僕のこと知ってますし。こんな選手いますけど、日本の格闘技のこの大会どうですかみたいな。ですね、それも結構この話し合って、はい、こういう選手が欲しいみたいな感じなんです。大体。身長、体重、はい、キャリア、あとタイプ、どういう選手かっていうのを考えて、探すって感じですね。もう何千人っている選手の中から。あ、セネガル相撲選手、そんないるんですか？います。選手登録してるのは3000何百人いるはずです。登録してない人もいっぱいいるんで。はい。ようやく自分の貯金を減らさずに、はい、なんとかここで種まきしてきた事業が芽吹き始めた。そういう感じですね。っていう時期です。はい、合ってます。合ってます。おー、ざっくりとしたところを聞いていったんで、そのいきさつを生い立ちから聞いていきたいなと思います。はい。まず翔吾さん、はい、生まれはどこですか？生まれは兵庫県神戸市です。神戸市。はい。関西なんですね。関西です。今何歳ですか？今31です。1993年生まれ。お父さんは何の仕事してたんですか？お父さんはもともと東芝の柔道の実業団で柔道の選手やってたので、はい、その後多分東芝で働いてて、実業団終わった後に、はい、で今は自分で会社やってますね。柔道家なんですよ。僕の家は柔道一家ですね。もう兄も姉も柔道ですし、はい、で母親もなぜか結婚してから柔道の黒帯取らされてますし全然柔道やってなかったのにじゃあもう物心ついた時から柔道やってたって感じですか？そうですね。もう兄姉が始めてたんで、はい、僕ももう物心つく前に道場に練習行ったりしてやってましたね。気づいたら柔道やって、気づいたら柔道やってしばかれてなんかめちゃくちゃ追い込まれてなんかもうそういう生活が始まってたって感じですね。物心ついた時に。英才教育、柔道英才教育。はい、かなりスパルタ家系だと思います。ずっと柔道だったんですか？小学生の時柔道で、はい、中学校も中学まで柔道なんですけど、はい、その間に兵庫県警の柔道教室入ってたんですよ。児玉会っていう。はい、そこで、小学5年生ぐらいの時に、はい、レスリングやってる上級生の人がいて、児玉会に柔道の寝技を強化するためにレスリングみんなしてて、でなんかそれで僕も誘われてレスリングを始めたきっかけで、小学校の期間は柔道とレスリング両方やってて、はい、中学生の時は中学校にレスリングもないんで柔道をやって、はい、で最後県大会があって、県大会で優勝しなかったら柔道やめろみたいな感じでお父さんに言われてて、プレッシャーかけられてる感じですよね。スパルタ一家なんで、はい、お前県取れんぐらいやってやめろみたいな。お兄ちゃんも県取ってました。お姉ちゃんも県取ってたんでやめろみたいな感じで、それで負けて案の定負けた、はい、負けて多分8とかだったと思うんですよね。はい、県大会終わって家帰ったらお兄ちゃんとお父さんが座ってて、でなんか正座しながらめっちゃ殴られながら柔道やめろってひたすら言われ続けて、お前なんかやめろみたいな。で、やめません、やめろ、やめませんって、なんかやめるって言ったらもっと怒られるって思ってたんで、それが繰り返してて、で、なんかその流れでレスリングの練習久々に行くことになったんですよ。兵庫県の育英高校って場所なんですけど、育英高校の育英クラブっていう子供のレスリングクラブがあって、はい、で、そこで児玉会とは別で育英クラブでレスリングもやってて、で、僕は育英高校にレスリングで進学した。へー。高校でレスリング部で、柔道はその時はもうやめてた？高校レスリング部で、やめてました。はい。レスリング一本なんですね。はい。別に柔道に何の思い出もなければ、はい、殴られた思い出しかないんで。レスリングも結構殴られません？レスリングは
もっと殴られました。僕の3つ下ぐらいの代から、先生がよく、そういう暴行してる先生が教育委員会訴えられたりしだした、体罰が流行りだした時代なんで、体罰が表に出て、ちゃんとその体罰してる人が罰せられる時代になってきたんで。今めっちゃそれですね。今もそうですよね。なかなか体罰に対して厳しいですもんね。まあ、いらないと思いますよ、体罰は。いらないと思います？いらないと思います。めっちゃ受けてきた身として。いらないです。僕は耐えれましたけど、耐えれない人もいますし、別に体罰して強くなるわけじゃないんで、一瞬の火はつくんですけど、ケツに火はついたり、なんかそういう感情が湧いてきて、力が出るとかあると思いますけど、まあそれ一瞬なんで。火をつけるっていう効果はあるけど、それのデメリットの方が大きすぎる。デメリットしかないですね。僕の場合だと、自分で物事を考えて判断するっていう能力がちょっと落ちたっす。脅迫みたいなもんじゃないですか。マインドコントロールされてるんで、脅迫されて、それしか見えない、視野が狭い状態になって、それしか道がないっていう、過剰なスパルタをやることで、そこがちょっと狭まってきて、自分の思考で考えれなくなる。それを超えるぐらいメンタル強かったら関係ないんですけど、セネガルとかも体罰結構すごいらしいですけど、こっちの子メンタル強すぎて、もう関係ないですもんね。もうなんかすぐ立ち直っちゃうんで。セネガルの子ぐらいメンタル強かったら関係ないのかなって思っちゃいますけど。我慢するっていうメンタルは強くないですよね。そうですね。そこは強くなると思います。もう今人生何もしんどくないですね。経験あったんで。確かにあれ以上辛い思い出はないんで、鍛錬期間だったんかもしれないです。精神力を鍛える。でも何も後悔はないですね。一切後悔なく。逆にもう乗り越えたんで、あれでよかったと思います、僕は。なるほど。アフリカのカオスさとか、余裕です。余裕。でこたれないメンタルはその時に出来上がったっていうことですね。そうです。高校卒業してから、卒業して、東京の大学にレスリングで入学して、そこまでに海外には行ってるんですか？いや、高校生の時はないですね。大学1年生で全国大会2位になって、レスリングですね。レスリングです。それで、ジュニアのナショナルチームに選ばれて、アメリカ遠征行ったりとか、あと別の大会でも入賞して、カザフスタン。最初カザフスタンです。レスリング有名なんですか？強いですね。レスリングも格闘技もカザフスタン強いですね。全国で2位になったんですよ。2位です。それってもう、オリンピック目指そうかとかならないんですか？オリンピックは、なんか目指せみたいな、もう目指していけみたいな、あったりしたんですけど、そうですね、個人的に目指したいみたいなのはなかったですね。なぜですか？レスリングも柔道も別に好きじゃなかったんで。ちょっと違和感あったんですね。そんなにレスリングが好きでやってる感じではなかった。生かして、もうなんかそれしかないだろうみたいな感じで、せっかくやってきたのもったいないし、大学も入学金とかそういう授業料ただとかそういうのもあったんで、もうそれで行くのはベストだなっていう。高い目標を持ってる子とかだとオリンピック金メダルとかそういうレベルの目標を持ってる人は好きじゃないと多分そこ行けないんですよ。そりゃそうです。やらされてる人は絶対行けないんで、だからそういう面でもスパルタすぎるのは、僕はそれでレスリングとか柔道好きじゃなかったんで、好きになれなかった。やらされてる感覚だったんで。で、やらされてる人は多分上まで行かない。絶対どっかで辞めるか、燃え尽きるか、僕みたいに別の道行くかとか、なっちゃうんで。やっぱ好き前提で、やるのが一番いい。携帯切れたって言ってるんですか？切れてないよ。切れてないです。切れてない。ボーイ、ノッピー、トガめっちゃ笑ってる。ガッツポーズしてる。ボーイ、ノッピー。やばいっす。いやー、どういう編集になるかはちょっと分かんない。一生外で撮らないんじゃないですか。
そうですね。まあ、わかんないです。逆におもろい映像になってるかもしれない。その大学卒業から就職するときに、レスリング関係で就職しようと思ったんですよ。いや、ないですね。それはないですね。はい。不動産に入ろうとして全然違います。全然違います。で、その尊敬してるコーチに、不動産いつでもできるから、はい。お前はそのレスリング続けるんだったら視野広げてこいっていうので、JICA勧められて。海外協力隊に応募するときって、そのタイミングによって認知が変わるんですか？変わりますね。コーチに言われたときはペルーがあったんですよ。南米ですね。はい、南米のペルーがあって。ペルーいいなってなったんです。それで興味持ったんですよ。ペルーで。それで行くって決めたんですけど、僕が受けるときに、別のレスリングの子が派遣通っちゃってて、埋まったんですよ。で、なくて、その時にセネガルと南スーダンとベトナムの3つが候補であって、で、ベトナムは海外遠征とかでアジアの料理まずいって思ってたんで、なくて、そんな2年間も住めへんってなって、で、南スーダン紛争起きてるかなんかあったんで、多分やばいなっていうのでやめて、で、セネガル一択で。JICA の職種はレスリング関係で絞ったときに、その第一希望がペルーだったんですね。そうです。で、それが埋まっちゃって、残りレスリングっていう希望で行ける国が、ベトナム、南スーダン、セネガル。そうです。で、セネガルになったっていう。はい。それでごめんなさい、セネガル相撲はどこから始まったんですか？今、レスリングの普及のために来て、普及しながら、セネガル相撲選手がレスリング道場に練習来てて、一緒に練習してたんですよ。子供と一緒にセネガル相撲選手も何人か。で、それで俺らのチームに練習来いよって言われて、それで練習行って、セネガル相撲やり始めた感じでしたね。そうですね。そこから帰国はするんですよね。3年間日本にいて、全く競技選手もしてなくて、普通に仕事してて。就職したんですね。コロナ禍前か。コロナ前に就職して、コロナ禍の時はそこで仕事してて。それ不動産ですか？いや、違います。全然違う仕事をやってて。会社員してたんですね。会社員やってて。その時、会社員やってる時って、ボイジャパンカメラの設定触られたカメラで今追いかけます。Il touche caméra. Il touche caméra. On fait une interview. Boy. Boy. No pile, yo. Den. よし。面白い。ちょっとあれぐらいビビらせないとダメなんで。ずっと舐めてるんで。どんどんエスカレートしていきますよね。確かに。つまり、まず、レスリング普及隊員として、JICA を選んで、セネガルに来て、やりきれなかった感じがあるって感じですかね。でもそうですね。まだ帰ってきた。やりきれなくて、普及にはなってなかった。で、環境も整ってなかったですし、なるほど。じゃあそのコーチもどうやってそのまま指導を続けていくんだって話でしたし、で、まあそこで帰ってくるって約束したんで、口約束でしたけど、言っちゃったんで、やっぱそれは頭に残ってて、で一応ボランティアの公認は要請したんです。レスリング普及隊員、僕の意思を継ぐ隊員来たんですよ。コロナでダメになって、全世界のボランティア派遣中止で日本帰国されたんですよ。なるほど。で、レスリング普及する人いない。で、僕ずっと連絡取ってたんで、大丈夫うまくいくみたいな感じで、言ってたのがコロナで全部ダメになって、じゃあもう俺戻るしかないっていうので、そういう思いもあったんで、もう完全に決めたって感じで回りました。一応公認はいたんですけど、やっぱコロナっていう悪夢が。いつコロナが終わるかみんな分からなかったですよね。そうですね。なんで計画をめっちゃ立ててます。もう資料で分析して、何してレスリング普及の計画書をめちゃくちゃ作って、1年目、2年目、3年目でどっか収入を得る何かを見つけるかみたいなのを考えて、
やってたっすね。その計画してた時に、セネガルのアパレル、カバンを作るはないです。そこはないないです。選手の発見とかもない。ないですね。すごいですよね。なんか前例がないじゃないですか。はい、で、日本食レストランやるってなると情報がいっぱい入ってくる、集めれると思うんですけど、レスリングで食っていくっていうビジョンでセネガルでやる。はい。それはもうどうしていいか分かんないですよ。結構大変でしたね。なんもないなと。で、それで NPA、NGO って言っても社会のためにじゃないですか。はい。じゃあ僕がレスリング普及して何が社会のためになるのかっていうその目的とかも考えたときに、うわ NPO でもこれ無理じゃないっていう。でそこに賛同する人ってじゃあ何人みたいな話になる。でもなんかその戻ってきて何も活動してないのにビジョンだけ語って周りの人にお願いするのはダサいと思ってたんで、なるほど。まず帰って1年、最低1年はもう自分の貯金だけでも活動を絶対してなんか成果を持って帰って、はい、プレゼンして、はい、じゃないと無理だと思って考えてました。すごい。それで今なんとか目が今、はい。状態すごいですね。本当になんか奇跡的なことがつながって、去年までそのレスリング普及しながらセネガルもちょこちょこやってっていうのをやってたんですけど、環境がなかなか変わんないんで、ずっと平行線上でなんか変化がなかったんで、はい、マンネリ化みたいななってて、で協会もそんなに対して力も入れないですし、現地の人でレスリングを普及していかないと発展しないですし、環境を変えるためにもう一回レスリング普及置いといて、僕が選手になって子供たちにコーチセネガル相撲やってんだぞみたいなのを見して、背中でちゃんと見せてあげて、この人みたいになりたいみたいな思わせてやろうと思って、でそれでセネガル相撲を本気でやろうって思って、はい、今年セネガル相撲にめちゃくちゃ力入れてるって感じです。ああ、なるほど。そうでそれでテレビもいっぱい出て試合にもつながりましたし、ファンもめっちゃ増えて、はい、で子供もソンゴティンやってるからまたレスリングやろう、辞めてた子供もいたんですけど、結構またみんな帰ってきてレスリング熱が再熱してるんで、結果的に環境を変えて、はい、よかったっていう感じです。昔からその先生とかに言われてたんですよね。環境は自分で作って変えていくもんだって言われてて、そもそも頑張ってないやつを応援するやつはいないっていう風にも言われてましたし、まず自分がなんか結果として残せるところまで努力しないと、誰も見ないし評価してくれないっていうのを聞いてましたし、自分でもそう思ってたんで、はい、環境を変えてやったって感じです。レスリングで来てるけどセネガル相撲も手をつけるって時葛藤なかったですか？なんかね、なんて言ったらいいんですかね、セネガル相撲やるにしてもやっぱトレーニングだったり、厳しい難しいことに挑戦していくってあるじゃないですか。その時にいやでもやっぱり俺レスリング選手なんだけどなっていう気持ちが邪魔をするみたいな。そうないですか？ないですね。そのレスリングがあんまり好きじゃなかったんで。あ、そうか。そこまでなかったかもしれないです。そこに。ただ舐められるのが嫌だったんで、強くなんないとなみたいな。日本人として見られてるんで、日本人としても舐められるのも嫌だったんで。じゃあセネガル相撲でチャンピオンになりたいとか思ってるんですか？チャンピオンは、物理的にちょっと無理かなと思ってて、はい、この体格ですし、無差別級なんで。あ、そうなんですね。はい、テレビで見てる2メートルの130、40キロの選手と、どうやっても勝てないんですよ。特にこのルールで打撃数、打撃ありで、リーチの差で。重量じゃないんですね。重量じゃないです。でも、ある程度、上に行くまでは同じぐらいの体格の選手当てられて、そこからは、やっぱ本当に上に行くんだったら体重増やして、はい、やっぱ100キロぐらいからじゃないと戦えないんですよ。上の選手は。へー。最低やっぱ強い選手でも最低100は絶対あるんで。そこまで行くと、もうセネガル相撲で食っていけてるんですよ。その選手たちは食っていけてます。もうトップ層は。もう1試合数千万円とか
ァイトマネー。ファイトマネーで。円で。円で。うわ、一回試合出ると、もう1年間は食っていけますね。余裕でいけます。まあそこまではいけなくても、そういうレベルにいけるっていうの、いけそうなビジョンはあるんですか？ないですね。そんな。そこのレベルは、だいぶ狭いと思う。僕は今から100キロまで増やして、はい、何歳でじゃあやるんだみたいな、何歳までやるんだって話になります。年齢制限っていうか、適齢みたいなのあるんですか？やっぱ35ぐらい、強い選手はだいたい35ぐらいがピーク。そこからちょっと落ちていく感じです。じゃあ、あと4年だから、もうそういう目指し方は違うと。そうですね。いうことですね。ではないですね。でも、自分で戦えるレベルの選手とは戦って、はい、勝ち取っていきたいなとは思ってます。いけるところまで強くなりたいっていう欲はあります。なんか強さを初めて強さを求めた人生。レスリングの時はなかったものが今あります。はい、なぜか芽生えちゃって。不思議なんですけど、やっぱそれだけセネガル相撲には魅力が多分ある。じゃあ、もう今後の話ってことなんですけど、今後は、一応2026年にユースオリンピックっていう子供向けのオリンピックがセネガルであるんです。はい、でそこにレスリングを教えてる子供たちを出させたいっていう思いでレスリング普及もしてるんで、一応そこがセネガルの拠点、僕がセネガルに住んでやっていく活動の、最後かなっていう感じです。来年が最後？はい。そうなんですか？来年がセネガルに拠点を置いてやっていく活動が最後です。日本になるんですか？日本を拠点にしていこうと思って。そのために、レスリングのコーチも教えていきましたし、格闘技のやつもうそれ僕いなくても、選手探しもできますし、手続きもできるようにしてきてるんで、拠点を日本に移しながら人生通してセネガルと関わっていくんですけど。なるほど。新事実。はい、そうです。それちなみに2022年にセネガルに戻ってきた時から決まったから5年でこうしようっていう計画で。そうです。そうだったんですね。てっきり永住かと思いました。違うの。5年間で、なんか大体3年5年って言うじゃないですか。はい。数字にとらわれてるわけじゃないんですけど、5年間で何もできなかったら、もう、ちょっと住んでやる意味もないかなと思ってたんで、自分の中では。こっちに移住してまで。それぐらいの努力しかしなかったんかなと思っちゃうタイプなんで、そうならないためにこの5年間で結果を出すっていうのを目標にしてたんで。なるほど。10年とか20年とか見据えてやっちゃうと、ダラダラしちゃうかなと思ってて、自分の中で。確かに成果は絶対ついてくると思うんですよ。唯一無二のものは、形はできてくると思うんです。でもなんか、やっぱ5年間っていう短期の目標で、成果を出したいっていうのがあったんで、2026年っていうふうに決めてます。あと、2年切ってるわけですか？もう切ってますね、1年半。で、もう今年、ほとんど日本帰るんで、あと。そうなんですか？はい。年末ぐらいまで。11月半ばまで日本。そうなんですね。それで万博に出演する？大阪万博の、世界相撲イベントに出演したり、あと、ブルーアフリカナイトっていうアフリカと日本の交流のイベントがあって、セネガル相撲の、演出で出たりするんですけど、やっぱそれで環境、さっき言ってたように環境を変えていくのも大事だと思ってるんで。なるほど。ずっとなんかそこにしがみついてやるのも微妙なのかなっていうふうに思って。環境を変えていくのも大事かな。なんとなくは多分ずっとやっていけると思うんですよ。なんかこっちでビジネスしてとかできると思うんですけど、そうですね、そこに熱がそんなにない。ビジネスしたいわけではないんで、セネガルで。格闘技も、ビジネスにはつながるんですけど、もう趣味の延長線上、好きの延長線上にあるんです、そこが。格闘技選手、格闘技が好きっていうのが。で、セネガル相撲が好きとか、レスリングが好き、今好きなんですけど、っていうのも、好きの延長線上にあるんで、
ビジネスとしてそれを何かしたいとかはそんな強くない。そこはすごい柔軟ですよね。そうですね。固執しないというか。はい。あんまりそこに。そうそう。レスリングからセネガル相撲やるし、はい。カバンも作るし、カバンも作るし。SNS もめっちゃ更新しますもんね。SNS めっちゃ更新。SNS はもう大事だと思ってますね。めちゃくちゃ。なんかファイトマネー変わるんでしたっけ？いや、ファイトマネーは変わんないです。あ、そうです。でも、フォロワーで。やっぱり有名になるとファンも多くなるんで、そうですね。観客呼べる選手がやっぱファイトマネー上がってきます。集客力大事です。なるほど。やっぱりこの時代、今みたいな時代なんで、何か一つでやり続けるっていうのはなかなかきついですよね。そうですね。いろいろやっていくっていうのが3本になると思います。カバン、格闘技、日本の仕事の3本軸。もうその力の入れ方はいろいろちょっと違うかもしれないですけど、そういうビジョンはあります。なるほど。結婚したいんだと。あ、そっか。結婚一番でかいかもしれない。なるほど。セネガル人の女性とはお付き合いしましたか？いや、ないです。万博はいつイベントがあるんですか？ 8月4日です。4日。もし視聴者の方で行けるという人がいたら、チェックしてみてください。チェックしてみてください。ということで、今日はセネガルからセネガル相撲で移住したソンゴティンこと魚住翔吾さんでした。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。